はい、台湾行ってきました。台北で今年のポリグロットカンファレンスっていうのが開催されました。ポリグロットカンファレンスっていうのは、名前の通り、言語好きな人の集まりですね。ポリグロットっていうのはマルチリンガルという意味で、語学会話で結構使われる言葉なんですけれども、単純に、マルチリンガルのことなんですけれども、別に何カ国語を喋れないと参加できませんとかそういうんじゃなくても、単純に言語が好きな人が集まる。ですね。で、このイベントは単なる集まりではなくて講演もあるんですね。だからカンファレンスなんですね。参加者の中で、講演したり、いろんな人の経験とか取り組みとかを聞くことができました。開催者はリチャード・シムコットという語学の世界で結構有名な方ですね。一緒に写真撮ることもできました。イエーイ。私はこういう言語系のイベントに参加するのは初めてなのですごく緊張しましたが、もう最高に楽しかったですね。でこの動画はイベントに来ていますというそういう生の動画ではないですね。私はそんなキャラじゃないので、単純に参加してみた感想とか、学びについてちょっと共有したいと思います。まず本当にいろんな人がいて、リピーターというかずっと参加してきた人もいれば、初めて参加の人も結構多かったんですね。私もそうですけど。それぞれが話せる言語もいろいろで、本当にもうメジャーな言語ももちろんですけど、マイナーな言語もやってる人も多くて、本当にいろんな言語が飛び交ってた感じですね。私もこんなに短期間で言語を切り替えたことはないんですね。英語で会話を始めて、スペイン語に切り替えて、日本語に切り替えてみたいな。私の知ってる言語全部使えましたね。同じ人ではないんですけど、割と被るんですね。私は4つ喋れたら、もう2つ3つが被ってる人とか、英語がやはり共通語になるんですけれども、スペイン語話せる人がびっくりするほど多くて、日本語も話せる人も多かったですし、もちろん日本人もいましたけど、ポルトガル語は一番使わなかったかな。でもそれでもだいぶ使いましたよ。で、中国語にも触れる機会はもちろんありました。台湾開催ということで、台湾の方だったり、中国語を話せる人が多かったんですけど、で、台湾に民族言語がたくさんあるんですよね。それも結構強調されたというか、台湾の民族言語を話せる人が講演したり、台湾語っていう言語のワークショップだったり、台湾にある小さな島の言語、ダオ語っていう言語らしいですけど、それをフィールドワークしてリサーチした人の講演とか、もうすごく面白かったですね。わからない言語での講演をぼーっと見たり、周りを見たら、参加者の多くも理解できないだろうな、でもみんな真剣に聞いてて、言語を学ぶ体験そのものが大事みたいな、そういう人たちですね。なんかキャリアアップのために英会話をしに来ましたみたいな、そういう集まりではないですね。なので、マニア感はあるんですけど、私もマニアなんで全然馴染めましたし、いろんな人とつながれてすごく楽しかったです。友達もできましたし、ワイワイもできました。参加者が多いので、もちろん全員と話すのは無理でしたし、多分半分とすら話してないと思うんですけど、もう本当に世界の広さを感じました。言語がこんなにたくさんあるんだと。もちろんいろいろいました。そんなにたくさんの言語を喋れるわけではないという人もいましたし、私もそんな、なんていうんですかね、本当に10カ国語みたいな人もいるんで、それと比べたら私は全然あれですけど、どちらかというと、本当に数を絞って極めるか、そこまでレベルにこだわらず数をこなすのか。それはもう人それぞれですし、いいも悪いもないんですけど、量と質どっちを犠牲にするのかということなんですけど、私も永遠に生きられたらこんなのを全部学びたいなと思ったんです。で、話せる言語の数が多ければ全部下手っぴっていうわけでもなくって、全部をそれなりにうまく話せる人もいて、すっごいと思いました。本当に初心者でも積極的にアウトプットする、話す人も多くて、例えば日本語のレベルはすごく高いわけではないんだけど、その初級者なりに、ってちょっと考えながら絞り出しながら話してくれたり、で、会話が成り立つんですよね。私はこんなのできねえって思って、私結構インプットを先に貯めとこうってなるんですけど、別に初期からアウトプットしようにも、できなくってみんな本当に語学が上手だなと思いました。だって私は例えば日本語にこんなに時間をかけたから話せるようになってるのは、割と当たり前の話で、1ヶ月しか勉強してませんみたいな人が、本当に絞り出しながらなんとか会話成り立たせるとか、もちろんこれはペラペラとは違うんですよ。違うんですけど、こんなに出てくんのっていうのが、もうすごく尊敬もしましたし、私にはできないと思いました。でもこんなコミュニティと関わることによって、私の語学スタイルというか、位置づけがちょっとはっきりしましたね。私は、どちらかというと、量より質。たくさんの言語を日常会話ぐらいまで覚えるっていうよりは、一つの言語を極める。あと内向的、インプット中心ですね。先にインプットを貯めて、少しずつも無理せず人と話していく。そんな最初から社交的な場面でバーって話そうとする。そういうのをしないタイプです。で、この集まりの、もちろんいろんな人がいましたけど、全体的な傾向としては、やっぱり量をこなす人も多くて、それでも全部うまいんですけどね、本当に。ちょっと外交的に、積極的にアウトプットしよう、積極的に人と話そうみたいな、構造がちょっと見えてきましたね。これはもちろん当たり前ですけどね、語学の集まりだからそれは人と話しに行くわけじゃないですか。ここではやっぱり人とコネクトをするのが大切にされてるんだなと。
発表者の一人でもいたんですけど、一つだけその言語のフレーズを覚えて、そのフレーズを人に使ってみよう。新しい言葉はその人に教えてもらえばいいみたいな、とりあえず人とコミュニケーションを取るベースでのアプローチ。なるほどなと思いましたし、視野が広くなりましたし、一方でもう一つ面白い講演があったのは、言語の先生で、いわゆる西洋人の生徒と東洋人の生徒で結構違いがあるというか、前者はめっちゃ積極的に話すけど、後者は存在感がないと。で、日本人の子だったと思うんですけども、全然クラスで話さなくて、浮いてたというか、もう存在感がなくて、でもその子の教科書を見てみたらすごく予習してたみたいな。めちゃくちゃ予習してたけど、クラスでは話さなかったみたいな。ここでやっぱり外交的内向的の対立構造ができているというか、この語学の世界での主流としてはやっぱり積極的に話そうみたいな、これを、日本人には多いと思うんですけど、内向的な人に押し付けるっていうのも余計なプレッシャーになってしまうし、なのでそれで言うとちょっと欧米の価値観を中心に進んでるんだなこの世界って思いました。もちろん内向的な欧米人もいます。私もそうですし、外交的なアジア人もいますけど、そんな積極的に人と話せないみたいな人に、寄り添う方法としては私の語学スタイルがあると思うんで、インプットだけ人と話すなみたいな感じでも視野を狭めるわけではないんですけれども、私は私のスタイルでたくさんの人の助けになれるのかなと思いました。これは比較的レアでちょっとびっくりもされましたね。こんなに日本の会社で働いてもほぼ周りに日本人しかいなくて、こんなに日本人をフル体験してるんだってびっくりされて、すごいって言われたから、私は私で一つの言語を極めてよかったなと思います。でもちろん私は、いや、俺このスタイルだからっていう話ではなくって、私むしろこっちが新鮮だったんですね。人で集まってワイワイして、言語のレベルはあまり気にせず、みんなで仲良く楽しくしようよみたいな、こういうどちらかというと陽気的な語学コミュニティに関われたのは初めてで、こっちを体験したかったんですね。なので私は今、中国語を勉強してるんですけど、最初インプットとか言わず、せっかくだから使ってみようって思いました。なので結構このテーブルではこの言語を話しますみたいなテーブルがあるんですけど、私もちょっと勇気出して中国語のテーブルに座ってみたり、一言二言ぐらいは話せると。会話にはついていけなかったんですけど、それなりに質問に答えられたり、答えなきゃいけないからもう必死に相手の言うことを分かろうとするから、すごく脳が働いたし、いい刺激になりますね。とはいえ私は初期のアウトプットが苦手という、ちょっと割り切ってるところもあるので、そんな無理せず、相手がじゃあ日本語やスペイン語とか話せるんだったら、その言語で会話を進めて、私からもちょっと一言中国語で入れてみたりして、で結構反応がいいんですね。結構フォローしてくれます。なので中国語を話した経験がすごくポジティブでしたし、別にこっちから話さなくても周りがちょっと中国語を話すんで、なんとなくこんな話してるんだなってある程度ついてきちゃうんですね。なのでやっぱり人と関わることによって私も割と中国語できるんだなってモチベーションになりますし、中国語を話せる人ともつながることができましたし、すごく楽しかったです。本当に私無理してアウトプットする必要はないと思ってるんですけど、初期は絶対話すなとも思ってないです。これからもインプット中心っていうのを軸にしていきたいんですけれども、こういう人と関わるチャンスがあれば別にアウトプットをわざわざしない必要はないですし、その考え方になってほしくないですね。もちろん私もまだ中国語をマスターしてるわけじゃないんで、これでいいのかはまだちょっと確信ないんですけど、ということでまとまらないことをたくさん言いました。別にこの動画に結論があるわけでもないですし、生の感想を話してみただけなので、ただこの体験を共有したかっただけです。私はこれからもっとこういうコミュニティと関わっていきたいなと思いましたし、言語というのは最終的に人とつながるためなので、こういったつながりを大切にしていきたいなと思いました。以上、ありがとうございました。